はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ライド4なんですけど、とりあえずレジェンダリーバイクなるものを買ってみました。1985年式の GSXR7 班です。とりあえず最初のイベントはね、こちらの方のバイクで行きたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、こちらのね GSXR750、これがね鈴木のスーパースポーツの始まり、全ての始まりの始祖でもあるっていうところらしいですね。でシリーズ自体はね今も続いていますね。7班でね、残念ながら国内ではね排ガス規制に対応できなくて販売は終了してるみたいなんですけど、北米版ではねまだ続いてるみたいです。だからね逆輸入車では未だに買うことはできるみたいですね。100周年カラーなんかあるみたいですよ。いいですよね、なんか元 GP のバイクっぽくて安易にねでこちらのバイク、まあ面白い要素があるんですよね。まあ有名な話ですけどね、このバイク水冷でも空冷でもなく油冷なんですよ。まあなんで油冷を採用したのかというと、一番はね軽量化のためらしいんですよね。まあ当時で言うとライバルの7班がねだいたい220キロとか200キロ超えだったんですよ、重量的に。でその時代にね7班のバイクながら乾燥重量で179キロっていう重量なんですよね、このバイク。まあ179キロって言ったらね現代でも相当軽い部類ですよね。っていうかね軽すぎる俺が乗ってたね400のボルドールがだいたいそんなもんですもんね。まあ軽い理由には当時はねまだ珍しかったアルミフレームを使ってるっていうのもあるんですけど、でなんでその水冷じゃないで油冷だとそこまで軽くできるのかというと、まあもしその水冷化した場合っていうのがウォータージャケットっていうね、まあ要はその冷却水の通り道を作んなくちゃいけないんですよね。でその分だからエンジンが必然的に大きくなるんですよ。まあということで水の代わりになるものはないかっていうところで、その開発の横内さんっていう人がねいろいろ考えてたらしいんですけど、まあそこで目に飛び込んできたのが第二次世界大戦中のね戦闘機ですよ。まあ当時の戦闘機って空冷が主だったやつなんですけど、まあ中にはね液冷エンジンっていう、まあ早ね水冷なんですけど、その液冷エンジンっていうのがあったんですよね。だったらそこでピンとひらめいて、液だったら何でもいいのかっていうことで目に飛び込んできたのはエンジンオイルなんですよ。まあエンジンオイルだとやっぱり水に比べてね冷却効率はすごく悪いんですよね。悪いんですけど、まあそのウォータージャケットをね作らなくていい分軽くできるっていうところで、目標値がね 20% の軽量化だったんですよね、従来型の。ってことでその液冷エンジンの開発がスタートしたらしいんですよね。でプラスアルファもう何でも削ってやれってぐらいの勢いでいろいろ削りに削ったらしいです。でとりあえずその削るのにも壊れるまで削れとそういう勢いで壊れるまで削り込めっていう勢いで作って、でまあ第1号機が組み上がったらしいんですよね、その油冷エンジンの。で100時間のね耐久テストにかけたらしいんですよ。その全開でね100時間回すっていう耐久テストらしいんですけど、なんとねその壊れるまで削れっていうコンセプトで作ったエンジンなのに壊れなかったそうです。でなんで壊れなかったかっていうのをなんかゆくゆく調べてみるとね、そのもともと計算してたやつはその実規格の数字で計算してたらしいんですけど、その納入した鋼材メーカーがねその実規格をさらに余裕を持って強度を上げてたらしいんですよね。だからその分で計算よりもなんていうんですかね、強度が出てたみたいで壊れなかったみたいです。でその新しいねその強度の数字をもとに再計算してさらにね軽量化がはかどっていったらしいんですよね。そうした結果そのびっくりの179キロっていう重量まで削り込むことができたみたいですね。すごいですよね。ほんと 400cc のバイク並みの軽さですからね、7班で。周りのバイクからね、同年代の周りのバイクからするとその40キロ50キロ軽いっていうのはねもうそれだけでね脅威ですよね、周りのメーカーにしてみれば。で結局のところその極端に削り込まれて、なおかつね
その水冷に比べて冷却効率の悪い油冷エンジン、それでね耐久性は大丈夫なのかっていうところなんですけど、これが全く問題ないみたいなんですよね。それの最たる理由としては、このバイクがね市販でデビューしたと同時に、そのルマン24時間の耐久レースでねいきなり優勝しちゃったみたいです。だからレースっていうね過酷な条件の中、その24時間レースでねしかも優勝しちゃったっていう、そんなね実践な耐久テストをね簡単にクリアしちゃったってところでしょうね。しかも優勝っていう最高の形で、なんか人間がねくるくるっと回ってましたね。だからね重いっていう印象のね7班の中で、軽い、速い、壊れない、これの3拍子揃ったバイクとして、やっぱりね当時のレースはこれじゃないと勝てないっていう域に行ったそうです。なんかこのセリフね同じスズキのバイクで前にも言った記憶があるんですけど、やっぱりねこの時代はねホンダとヤマハがやっぱり世界的なねセールス的には強かったみたいなんですけど、これがねスズキの起爆剤となったみたいですね。世界中でやっぱり大反響だったみたいです。やっぱりねそのレースで結果が出るとねそのままセールスに結びつくもんですよね。しかもねそれが早いっていうで、ルマン24時間の優勝記念に限定販売されたモデルなんかは国産で初めてね100万超えの値段がつけられたバイクだったみたいですね。で現在の中古相場はピンキリですね。高いやつは200万超えてっけど、安いやつは50万ぐらいで売ってたりとか、なんかねいろいろよくわかんない価格帯です。はい、ってことでね残りはカットしちゃいます。こういう特殊なバイクが多いんでね、なんか変態スズキなんて言われてたりするんでしょうねいい意味で。はい、本日2台目はねこのゲームの中でも数少ないハーレー・ダビッドソンのバイクですね。 XG750A ストリートロッドってやつですね。それでは行ってみたいと思います。はい、始まりました。全然知らなかったんですけど、ハーレーで一番排気量ちっちゃいのってスポーツスターだと思ってたらこういうのが出たんですね。すごく意外でした。でもハーレーらしさはあるかなってところですよね。そのロー&ロングな感じのところが一見ねただのネイキッドに見える思いきや、意外とそうですね低く長いって感じですかね。でバリエーションがあるのかどうかわかんないんですけど、とりあえずねここの登場してるやつはハンドルがね昔でいう一文字ハンドルってやつです。ただの本当にバーですねあれじゃ。でこのバイクに関する情報ってねなかなか出てこないんで、本当にね、使用書みたいなしか出てこなかったんでよくわかんないんですけど、とりあえずはね 750cc 7班の水冷 V 型2気筒ですね。ハーレーなんでねやっぱ V ツインってところでしょう。で意外なところで言うとフロントフォークがね倒立フォークを採用してます。でもこのバイクはねやっぱノーマルで乗るのもいいのかもしれないんですけど、カスタムを楽しむようなバイクだと思うんですよね。それこそシート変えたりフェンダー変えたりマフラー変えたり、ハンドル変えたりとなんかいろいろねできそうですよね。こんな話をなんで今したかというと、他に話すネタがないっていう単純にそれだけなんですよね。個人的に言うとねアメリカンバイク、大好きです国産アメリカンでいうとこのドラッグスターが一番好きなんですけど、そうですね、そういうクルーザー的なやつよりも攻めたアメリカンも結構好きですね。その昔出てたエリミネーターですね、川崎から出てた400も900もねどっちとも好きです。400だったらね ZRX400 のエンジンが使われてて、確か900だったらね GPZ900 のエンジンが使われてるとんでもバイクですよね。あれもヤマハのね、VMAX に対抗したかったのかなと分かんないんですけど、とりあえずね V 型ではなくね普通に並列4気筒が積んでたっていうね変わり種のアメリカンバイクですけど、確か250のエリミネーターもありましたよね。
あれもだからすごくロー&ロングなねスタイルでかっこよかったですよね。あれビキニカウルつけてるとね意外とかっこよかったんですよ。そうカスタムされたやつを見てねおーって思った印象もあります。今乗ればね多分結構目立つんじゃないですか。ああいうスタイルのバイクないですからね。アメリカンスタイルなのに快音を響き渡るっていうね4気筒のまあ直線番長的なところはあるんでしょうけど、であと国産アメリカンスタイルで外せないって言ったら VMAX ですよね。キャブモデルでねデビューした当時は誰も全開にできねえんじゃねえかっつうぐらいとてつもない加速をしたらしいんですよね。後にね FI 化されてからは多少おとなしくなったみたいなんですけど、キャブモデルはねとりあえずとんでもないらしいですよね。あれそうあくまでもらしいんですよ。結局のところね大型免許乗ってないんでね自分でその加速を味わったわけじゃないんで何とも言えないですけど、まあ乗ってたことある先輩が言うにはね、体だけねその場に置いてかれるような加速をするよっていうそんなこと言ってました危険だって言ってましたV ブーストっていうのは。しかもねそんな曲がんないっていうそうまっすぐ走るのは安定安定してるんでしょうね。わかんねえけど結局直進安定性を出したね弊害として曲がんなくなってるっていうねそういうオチみたいですけど、まあそれでもねまっすぐだけはねとんでもねえ加速をするみたいですバイクは。であと個人的にね好きなのは北米モデルなのかな一応 XV1600 ロードスターっていう後継でね XV1700 のロードスターウォーリアーっていうのがあるんですけど、あれ結構好きなんですよね。あれもロー&ロングなスタイルでねすごく好きです。でホンダのアメリカンバイクっていうとねまあシャドウとかスティードとか昔で言うとそこら辺のところだと思うんですけど、個人的にはね大きいやつでねワルキューレっていうのがあるんですよ。まあバルキリとかそうゴールドウィングなんかに使ってるね水平対向6気筒のエンジン積んだやつですごいねやっぱ大きいモデルがあるんですけど、あれ結構好きなんですよね。そうあれもねすごくいい音がするんですよ。そうマフラー変えてるやつをね一回聞いたことあるんですけど、さすがにね水平対向ってだけあってねほんとポルシェっぽい音がするんですよね意外でした。意外と本当に。でまあこのライダー視点になったんですけど、まあ見てわかる通りね本当にハンドルがね一文字って感じです。でメーターもねスピードメーターがシングルだけでついてますね。アナログのなんかいかにもアメリカンスタイルって感じがしますよね。まあタンクについてないだけねまあそういう感じではないんでしょうっていうところですけど、で意外とねこのバイクって中古相場が安いんですよね。だからまあハーレーのエントリーモデルとしてはねいいのかもしれないですね。ただどうしてもねやっぱハーレーっていうとクルーザーモデルみたいなねああいうスタイルを想像する人が多いとは思うんですけど、まあそういうハーレーを求める人はね絶対多分これは向いてないような気がします。ただ人と違ったハーレーをね所持してみたいっていうんだったらねこれは向いてるかなって感じですよね。明らかにね他の人が考えるハーレーからはね外れたところにあるハーレーのバイクだと思うんで、今までねハーレーのエントリーモデルっていうとなんとなくスポーツスターのような気がしてたんですけど、まあこれのがね多分エントリーモデルとしてはねハーレーっていう毛色とはちょっと違うような気がしなくもないけどいいんじゃねえのかなと思います。まあ俺が欲しいかどうかっていうとあんまり興味はないかなまあでも一回ね試乗してみたいのは間違いないです。はい免許ないですけどねはい今回のねライド4なんですけど、この揺れのね変わり種マシンの GSXR750 とハーレーのねストリートロットっていうまたハーレーの中では多分異色の部類のバイク、その2台でした。でこのね揺れエンジンのバイクなんですけど、一応ねこのゲームの中ではレジェンダリーバイクとして登録されてますね。まあ確かにねルーツを考えるとレジェンダリーバイクなのかなと。その今でも続くね 750cc のねそのスーパースポーツの歴史の一番始まりの1台っていうそういう感じですからね。しかもやっぱりその世界的にね影響を与えた1台ということで多分レジェンダリーバイクとしてカテゴリーされてるんでしょう。はい
ってことでね、今回のライド4は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。